こまん、今日も一日お疲れ様でした。まるまるパパ、随分と雰囲気変わったというか、うんこまんこそちょっと変わったよね。これはね、僕を描いている作者の画力の問題なんだ。ちょっと何言ってるかわからないけど、まあとりあえず乾杯。それはそうと、最近パパの仕事はどうなの？そうそう、この間聞いてくれたパワハラを受けていた子は別の部署に異動になったからもう大丈夫だよ。そうだったんだね。潰れる前でよかったね。ほんとそうだよ。どうしてこう理不尽な世の中なんだろうね。理不尽か。そんなものなければみんな仕事なんかでしかなくていいんだろうね。そうだね。ポジティブに捉えれば強くなるために理不尽なことに負けないで戦う力を養っていると思えばいいんだろうけれど、みんながそう頑張れるわけじゃないからね。不思議なことに真面目に頑張っている人ほど理不尽な目にあってずうずうしく調子よく生きているやつほどそんなに理不尽な目に遭わないとも言われてるんだよね。まあ誰にでも怒るっちゃ怒るんだけど、真面目に頑張ってるのにひどい目に遭うってのがそもそも理不尽な世の中と感じるわけだね。真面目に頑張っていて理不尽なことされたら、そりゃあどうせ自分はと卑屈な人間になるだろうね。理不尽なことに負けるなって上司から言われるだろうけど、それは正論だが我慢ばかりじゃいつか倒れてしまうだろうね。理不尽をなくすには人との接触を完全に断ち切る以外にはないんだろうな。でもそれじゃあ食べていけないね。どうしたらいいんだろうね。理不尽なことを乗り越えた方がメリットがあると思えば少しは変わるかな。へえ、それはどういうこと？理不尽なことに耐えた方がいいと言われてる5つのメリットがあると言われてるんだ。1つ目は周りの人からの評価が高まる。他の人なら我慢できないことをやってのけたという尊敬の目で見られるようになるよ。確かにそれは理不尽なことを受けた部下を褒めやすいし、理不尽なことをした上司も評価するかもしれないね。2つ目は忍耐力がつく。我慢はあまりすぎると良くないけど、自分に合わないからといってすぐに辞めていたらどんな会社でも働き続けることはできないからね。そうだね。すぐに辞めちゃう子が多いから僕も困っているんだ。3つ目は物事に動じない強さを身につけられる。理不尽なことをされると感情的になってしまって、後で冷静になってみたらなんとかなったかもしれないってこともあるだろう。何度も乗り越えられてくるとパニックにならずに冷静に対応できるようになるんだよね。喧嘩したらおしまいな社会だからね。4つ目は学ぶってことだね。なぜ理不尽な目に遭っている人がいるのかは遭っている人を見ればわかるはず。要領が悪いから理不尽なことになるなど、学習してどうにかなることもあるんだ。人が理不尽な目に遭っているのを見るのは嫌だけど、確かにそうはならないようにしようと思うね。最後はあまりにしつこい理不尽はスルーするスキルがつくようになる。理不尽ってのは納得できないことを言ってくるものだから、そんな相手に理不尽だろって言っても話が通じるわけないんだよね。だから酔っ払いと話しているのと同じで、そんなやつの話を一生懸命相手するのは不毛な時間であり無駄な労力だと思うよね。それで落ち込んでいたらもっともったいないわけだ。意図的に理不尽なことを言ってくる相手ならば、スルーされたら相手は一番面白くもないだろうからね。理不尽は社会の闇だけど、自分次第でメリットにもなるんだね。それでもなんで理不尽なことは起こるんだろうね。人間ってのは厄介な生き物で、嫉妬したり説明すらする気がない人や短気な性格の問題だったり、心が弱かったりで意地悪になるんだよね。仕事のつながりがなければ断絶すればいいけど、上司にターゲットにされたりしたらそれこそパワハラにつながるよね。そういう上司は大体お前のためだっていうやつが
他にやり方はあるんだけど、そのやり方を学ばなかったり、権力の弱さに負けてる人たちだと思うよ。できることならそういう人には近づかない方がいいね。世の中から理不尽がなくなればいいのにな。理不尽なことをされていると、自分も理不尽なことをする人間になってしまうという話もあるんだ。離れられるなら離れた方がいいだろうね。心のストレスがうまく処理できなくなって、いじめられていた人がいじめる側になるってこともあるからね。心豊かな人間社会になることを僕は願うよ。うんこマン、いつもありがとう。じゃあ今日はこの辺で。